はい、健康生活チャンネルの海老原貴弘です。今回はですね、あなたにも関係があるブルース・ウィリスさんを引退させた失語症についてお伝えしたいと思います。で、あなたはこのニュースご覧になったでしょうか？ブルース・ウィリスさんはダイ・ハードシリーズでご覧になった方がかなり多いと思いますが、アメリカの俳優さんなんですよね。で、この方がですね、つい先日、失語症のために俳優を引退するというニュースがあって、あなたも驚かれたんじゃないかなと思います。で、この失語症という病気、これはですね、その正体をあまり知らない方が多いんですけども、実はあなたにも無視できないほど日本人がかかることの多い、とても身近な病気なんですね。で、実はあなたが知らないだけで失語症になってしまう方でとても多いものなんです。ですが、この失語症というのは予防しようと思えばちゃんと予防できる病気なんですよ。ちゃんと対策をすることで病気のリスクはものすごく下げることができるんですよね。しかし日本人はこの失語症になってしまうリスクが非常に高い状態なんですよ、もともとがね。ですからちゃんと対策をしないといけないものなんです。で、そこでですね、今回はこの失語症とその予防方法、対策方法についてお伝えしますので、失語症について知りたい方、予防したい方は必ず最後までご覧になってください。この健康生活チャンネルでは健康美容、ダイエットに役立つ食事や生活習慣の情報をお伝えしていますので、今すぐ下の赤いボタンからチャンネル登録をお願いします。で、ブルース・ウィルスさんについてですね、ちょっと補足なんですけども、まだ知らない方もいらっしゃると思うので補足なんですが、この方はですね、現在67歳なんですね。で、ダイ・ハードシリーズがとても有名なんですけども、他にもですね、フィフス・エレメントという映画であるとか、アルマゲドンとか、シックスセンスとかですね、私もですね、結構多くの映画で楽しませていただいたものがあります。で、最近ではですね、ソフトバンクの CM によく出ていましたので、そっちのイメージの方がね、強い方もいらっしゃると思います。で、じゃあですね、このようについ最近まで大活躍していたブルース・ウィルスさんなんですが、この方がかかってしまって引退につながってしまった失語症について説明したいんですけども、これはどのようなものなんでしょうか？あなたは知っているでしょうか？で、この失語症というのはですね、聞くとか読むとか話すとか書くといった言語を操る能力に障害がある状態を言うんですね。で、失語症と一口に言ってもいろんな種類があって症状は様々なんですよ。で、この症状が全て現れる場合もあれば、読む、聞く、話す、書くといったもう症状がですね、全部障害される場合もあれば、その組み合わせで出たりですね、話すと書くという組み合わせで出たり、単独でもう話すことだけで出たりする症状なんですね。で、例えばですね、失語症のうち聞くのと読むことが障害された場合には、これはですね、感覚性失語またはウェルニッケ失語と呼ばれる、失語症で、相手の話す言葉が理解できずにちゃんとですね、会話にならなかったり、ペラペラですね、そのいろんな言葉を話すことができるんですけども、もうそのちゃんとした言葉の意味になっていなくて、支離滅裂な言葉になってしまったりですね、文字を読んで理解するとか、自発的に文字を書くっていうことが難しい、こういった失語症になるんですね。で、これ結構ね、多い失語症なんですよ。で、もう一つですね、失語症のうち、話すということと書くことが障害された場合には、運動性失語。これは、ブローカ失語とも呼ばれるもので、相手の言葉は理解できるんですけども、流暢に話すことが難しくなりますので、例えばですね、おはようございますという言葉を言おうとしてもですね、うまく発話できなくて、あはははははっていう発音になってしまったりですね、こんばんはっていうふうに言いたいんだけども、はあはあはあみたいな、こんな発音になってしまうんですよ。だから、結構ですね、聞き取りが難しくなっちゃうんですよ。これは医療従事者でもですね、最初の頃はかなり聞き取りが難しくて、私がですね、その実習に行った時にですね、失語症の方がリハビリの担当になったんですけども、その方がいきなり失語症の方でね、かなり苦労した覚えを、したのを覚えてます。それぐらいですね、もう一般の方ではほぼ聞き取りが難しいぐらい、この失語症というのはね、発話が難しくなる場合もあるんですよ。結構多いんですけどね。で、このようにですね、その発話が難しくなったりとか、あるいはですね、単語を思い出すことが難しくなってしまいますので、おはようと言いたいのに、おはようという単語が出てこないという状態になってしまうんですね。例えばですね、あなたも経験があるかと思うんですが、芸能人のね、名前を言おうとして、名前が出てこない時ってあるじゃないですか。あの芸能人のね、名前が出てこないみたいなことってあるじゃないですか。あの状態が常に続いているような状態ですよ。もうこの言葉がね、出てこないんですよね。こういった障害であったりとか、あるいはですね、錯語といって
考えていることとは違う言葉が出てきてしまうという症状であるとか、だからそのリンゴがねあってリンゴという話をしたいのにみかんという言葉が出てきちゃうとか、犬の話をしたいのに猫という言葉が出てきてしまうとか、こういった錯語という言葉が、言葉の間違いがね出てきてしまったり、所持障害といってですね、文字が書けない、書く文字が浮かばないという症状が出てきてしまうんですね。でこの2つですね、感覚性失語と運動性失語でとても多い失語症なんですけども、これが代表的なんですが、実はですね失語症ってめちゃくちゃ分類が多くて、もう症状がねいろいろあって多彩なんですよ。でその組み合わせも多彩ですので、名前のつかない失語症というのもあるんですよね。ですが、この2つの失語症、このどちらになってしまってもですね、ブルース・ウィリスさんのような俳優業を続けることはかなり難しいですよね。例えばですね、この感覚性失語になってしまった場合、もう話す言葉がね、めちゃくちゃになってしまいますので、もうセリフのね、言い回しとかかなり難しいと思うんですよ。意味のある言葉が言えなくなってしまいますので、ペラペラ喋れるんですけども、セリフを言うのはかなり辛いですし、その話をされてですね、それを理解することもできないですので、やっぱり俳優業難しいですし、ブローカ失語になってしまった場合、運動性失語になってしまった場合、セリフがですね、出てこないじゃないですか。まずそのセリフがまず出てこないから話せないですし、話せたとしても流暢に話すことができませんので、今助けに行くぞみたいに言おうとしてもですね、あははいあはみたいな発話になってしまいますので、やっぱり俳優業って難しいんですよね。ですから失語症っていうだけでね、俳優を引退するのはちょっと決断が早いんじゃないのって思う方もいらっしゃるかもしれませんが、とてもそういうことではなくて、やっぱり失語症になってしまうと、こういった話す仕事というのはね、かなり難しいと思います。でこの失語症なんですけども、あなたもなってしまうリスクというのは非常に高いものなんですよ。そう考えるとね、恐ろしいと思いませんか？あなたがですね、誰かといきなり急にですよ、急に話がねできなくなってしまったり、相手の言うことが理解できなくて、で自分が話すことももうペラペラ喋るけども意味がわからない言葉を話してしまったりですね、あるいはその普通に話そうとしてもあははははみたいな、もう相手が聞き取れないような言葉になってしまったりですね、話をしたいのにリンゴの話をしたいのにみかんって言ってしまうとか、もうめちゃくちゃじゃないですか。会話ができないですよね。こんな状態に急になってしまうと、とても恐ろしいというふうに思いますよね。ですからやっぱりこのですね、失語症になってしまった方って本当に苦労してるというか、めちゃくちゃ辛い思いしてるんですよ。特にですね、そのブローカ失語の方の場合、発話が難しい方の場合って、自分が話したいけれども相手は一切理解してくれないケースが多いですので、話したい方多いんですけども本当に伝わらないので怒る方も結構いらっしゃるんですよね。俺はこんなに伝えようとしてるのになんで分かってくれないんだみたいな感じで怒る方もいらっしゃるので、本当に辛い思いしてるんだなっていうふうに思うんですよ。だから私はね、失語症はなりたくないなというふうに思いますね。で、なぜですね、このような失語症になってしまうのかなんですけども、失語症になってしまうのは脳にある言語中枢が機能しなくなってしまった場合なんですよ。で、言語中枢はですね、ほとんどの場合左の脳にあるんですね。というのもこれはですね、利き手にも関わってくるんですけども、右利きなのか左利きなのかにも関わってくるんですが、右利きの方の 95%、そして左利きの方の 70% 以上は左の脳に言語中枢があるんですね。で、これですね、もともとは利き手の反対側にあるというふうに言われていたんですが、今左利きの方でもね、左の脳にある方の方が多いということが分かってきたんですよ。だからほとんどの方は左の脳に言語中枢があるものなんです。で、脳の障害と例えばね、手のその麻痺であるとか足の麻痺というのは反対側に出ますので、左の脳が障害されてしまった場合、右手が使えなくなったり右の足が使えなくなってしまうんですね。だから右肩麻痺の、それを右肩麻痺というんですけども、右肩麻痺の方の場合、失語症が現れてしまうリスクがあるんです。で、この言語中枢にはですね、聞くための働きをする場所であるとか、話すための働きをする脳の場所などが分かれてあって、この場所がですね、障害されてしまうと言語障害が現れてしまうんですね。ではなぜですね、この言語中枢が働けなくなってしまうのか、障害されてしまうのかなんですが、その原因のほとんどは脳血管障害なんですね。で、脳血管障害というのは脳の血管が詰まってしまって脳にですね、血がいかなくなってしまう、血流がいかなくなってしまって脳にですね、栄養が届かなかったり酸素が届かなくなったりして壊死してしまうという脳梗塞であるとか、脳の血管が破裂してしまってその脳の血管がね、詰ま
まったりとか、脆くなってしまって、それで血管限界を迎えてですね、血圧も高くなって血管限界を迎えてしまって破裂してしまって、同じようにですね、脳に栄養がいかないとか酸素がいかなくなって壊死してしまうという脳出血というものがあるんですが、このどちらも含むのが脳血管障害なんですね。で、この脳血管障害によって言語中枢のある場所が壊死してしまったり働けなくなってしまうと現れるのが失語症なんです。ですから、ブルース・ウィルスさんにもですね、何らかの脳血管障害が起きてしまったという可能性があるというふうに言われています。ただですね、脳血管障害といってもですね、重症なものから軽症なものまであって、重症な場合はですね、もうすぐ命に関わりますし、あるいは寝たきりになっちゃう方もいらっしゃいますし、ほとんどの脳血管障害では片足の手足の麻痺が出てきてしまいます。ですから、右肩麻痺とか左肩麻痺というね、その手足が使えないという状態になってしまっているかもしれないですね。そしてごく軽度な場合には、局所的な症状だけという場合もありますので、ブルース・ウィルスさんのようにですね、失語症が現れてしまった場合だと、ケースだと、例えば言語中枢のところだけが、脳梗塞で詰まってしまった、そういった可能性もあるんですね。こういった単独である場合もあるんですよ。ですので、ブルース・ウィルスさんはですね、脳血管障害になった可能性というのが結構高いんですけども、他にもですね、何らかの原因で脳の炎症であるとか、脳が腫れてしまってね、圧迫してしまって、脳の機能が抑えられている状態とか、いろんな原因でね、言語中枢が侵されてしまって失語症になってしまったということなんですね。で、この失語症とかですね、脳血管障害って稀な病気ではなくて、レアな病気ではなくて、あなたにも非常に関係性のあるものなんですよ。で、この脳血管障害はですね、脳卒中ともいって、かつてはですね、日本人の死因の1位を占めていたくらい多い病気なんですよ。で、今はですね、食事の悪化などにも伴って、がんで亡くなる方の方が非常に多くなりましたが、それでもですね、4位を占めるほど多い病気なんですね。で、脳血管障害の患者数は2017年のデータがあるんですが、このデータで111万5000人に上って、高齢になるほど多くなっていく病気なんです。で、特にですね、60歳以降非常に多くなってしまう病気なんですが、ブルース・ウィルスさんも67歳ですから、まさにその年代ですよね。で、日本人がですね、一生涯で日本人が亡くなるまでにですね、脳卒中になってしまう確率というのは 22.8% というふうに言われていますので、およそ 4.3 人に1人は脳卒中、脳血管障害になってしまうんですね。で、じゃあですね、失語症の方はどれくらいいるのかというと、日本全国で50万人を超えるくらいというふうにされていますので、111万人のうち50万人が失語症になるわけですから、脳血管障害になってしまった方のうち、その 45% は失語症になってしまうというリスクのあるものなんですね。というふうに考えるとですよ、あなたもですね、ブルース・ウィルスさんのように話せなくなったりだとか、話をされてもですね、理解ができなくなるというリスクが非常に高いということですので、決して他人事ではないですし、ブルース・ウィルスさんね、かわいそうなんて言ってる場合じゃないですよ。あなたもなる確率は非常に高いですから、とても恐ろしいというふうに思わないでしょうか。あなたもですね、いつこのような脳血管障害でね、相手が話をされても、もうめちゃくちゃな言葉を話してしまったりだとか、もう、はーはーみたいなね、相手に理解されない、こんな状況になってしまう可能性があるわけですよ。これ怖いですよね。ですので、あなたがですね、脳血管障害や失語症でですね、今後辛い思いをしないために、予防のための対策をしないといけないんですね。で、じゃあですね、その対策の方法なんですが、そのためにはいくつか方法があるんですね。で、それはですね、正しい食生活だったり、生活習慣だったりとか、様々な方法があるんですよ。いろんなものを正していかないといけないんですね。で、その詳しい方法についてはですね、私の別の動画でね、いろんな動画でいろんな方法をお伝えしていますので、もしあなたがですね、脳血管障害になりたくない、失語症になりたくないというのであれば、ぜひそちらの動画をね、ご覧になってみてください。で、そのおすすめの動画をですね、一部上げるとすれば、例えばですね、飲むほど脳が壊れてしまう危険な飲み物について話した動画や、毎朝のパンは太るし、老けるし、心臓や脳が壊れるという理由について話した動画や、認知症にならない人の食事から学ぶ脳を守る4つの食べ物と飲み物について話した動画、そして脳卒中リスクが 85% も上がってしまう悪い睡眠習慣について話した動画などもありますので、次はこちらの動画を下の説明欄にリンクがありますので、そちらからご覧になってください。
ということで今回はあなたにも関係があるブルース・ウィルスさんを引退させた失語症についてお伝えさせていただきました。で、脳血管障害はですね、命に関わる大病ですし、失語症はですね、あなたの人生を不幸にしてしまう恐ろしい症状なんですよね。しかし正しい対策をすればリスクというのはかなり軽減することができますので、ぜひ今日から始めましょう。私の生態院やサポート付きのファスティング、そして今回の内容のブログに興味を持っていただいたら、その説明欄のリンクからご覧になってください。で、また、今回の内容が少しでもためになったなというふうに思っていただいたら、動画を作る励みになりますので、ぜひ高評価とコメントで応援をよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。